国連で最貧国の一つとして認識されているラオス。バックパッカーの聖地でもあり、滞在費がとっても安い国の一つでもあります。そんなラオスで今回は1万円を使ったらどれだけ豪遊できるのか検証します。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうけです。今回は世界一何もない国と言われているラオスっていうところに来ています。そのラオス、2020年頃から続々と通貨危機を起こしていて、ちょっと前のレートが高かった頃に比べると半分ぐらいのお金の価値になっています。そんな通貨崩壊を起こしたラオスっていう国で、今回1万円を使うとどれぐらい豪遊できるかっていうのを検証していきたいなと思います。東南アジアの貧困国の中の一つと呼ばれているラオスなんですが、そんなところでは大体どれぐらいの結果なのかっていうのを含めてこの動画で解説できたらなと思います。もちろんちゃんと時間制限を設けて24時間以内で1万円使い切れるのかっていうのをこの動画で検証したいので、今7月15日の19時ぐらいなんですが、明日までちょっと検証していきたいなと思います。じゃあまずは換金しに行こう。空港の換金所に来ました。だいたい今のレートで言うと 142.73 円。換金中取り忘れたんですが、ラオスのお金はこんな感じ。1万円が142万7000キープになりました。ただ今回現地では間違えて147万キープから計算してたので、ちょっとだけ誤差があるんですがご理解ください。とりあえず空港からの移動はタクシーアプリがあるみたいなので、タクシーアプリで行きたいなと思います。今回空港から市内はロカというタクシーアプリで行きました。グラブとかウーバーとか普通のタクシーアプリと同じです。今回宿泊するのはレディーホテルです。ホテル到着しました。今回泊まるホテルがこちら。こんな感じです。暑いな。エアコンはちゃんとあるな。トリップ .com とかで評価が結構高かったリリーホテルビエンチャンっていうところを、取りました。これすごいお得で2424円でした。1万円から引いて、あと残り7586円です。だいたい1万キープあたり、68円っていう形になる計算みたいです。だいたい10万キープで680円っていう感じですね。じゃあ、とりあえず今からご飯食べに行きます。行ってみます。夜ご飯は近くにある Google マップでもあんま出てこなかったお店にやってきました。OK。結構すぐに料理が来ました。こんな感じで米のヌードルが来ました。あとお水もつけてくれました。うまそう。いただきます。ちくわからいただきます。ちょっとノイズがひどかったのでアフレコします。このちくわ、豚肉のちくわでめちゃくちゃ美味しかったです。この今持ち上げてる麺はカオプンっていう料理で、ラオスの発酵した米の麺みたいな感じで、そうめんをイメージしてもらったら正しいのかもしれません。味は何やろ、すっきりした味です。この料理はカオプンって料理みたいです。食べやすいし美味しいです。結構すっきりしてて、なんか夏暑い時そうめん汁って感じでいいですね。それではゆっくり食べていきます。ご飯がとりあえずお水つけて6万キープでした。だいたい408円ぐらいですね。ロカの支出を忘れてて、ロカが12万キープ近くぐらいですけど、11万8731キープで、だいたい800円ぐらいで、ご飯が400円ぐらいですね。合計で今残り93万キープです。結構使ってるっすね。使ってるよりこういうできへんかもって感じです。じゃあ今日は帰ってゆっくりしていこうかなと思います。はい、ホテル帰ってきました。ちょっといろいろ歩き回ってんけど、昔ちょっとラオスに来たことがあって、そこに泊まってたホステルの前とか通ったり、いろいろで今なんですけど、ちょっと帰ってきて歩いて疲れたから、コーラとレイズとちょっとお水かけて3万1000キープしました。だいたい200円ぐらいやるところと、水で。安いね、ラオス。ちょっと食べてみます。いただきます。ちょっと甘辛のキャラみたいな味してますね。まずくはないけどって感じ。コーラは
安定のコーラの最高です。で、明日の予定はちょっとタラートサオっていうところに行きまして、仏教遺産を観光して、お仕事して、ご飯いっぱい食べてっていう予定にしたいと思います。世界一何もない国って言われてるだけあって、そこ行こうってルートがまだ決まってないので、ちょっと今から決めていこうと思います。1万円使い切れるかな？おはようございます。2日目、ビエンチャンの朝です。ビアラオだけ実は買いました。ラオスのビールで一番有名なビアラオですね。薄めのビールなんですけど、結構飲みやすいビールなので、ちょっと買いました。これが21,000キープでしたね。150円ぐらいでした。コンビニ安いね。今日はちょっと朝用意したんで、1万円なんとか買っていけたらな、思います。残りは、88万キープ、6,000円ぐらいになってますので、使えなくはないんじゃないかなと思ってます。それでは、今日も一日行ってみましょう。まずはタラートサオっていうラオスで一番有名なショッピングモールに行きたいと思います。今回の移動はラオスのもう一つの配車アプリであるコッコムーブっていうやつで移動しました。ロカよりも半額ぐらいでお得な EV トゥクトゥクがお迎えに来てくれます。今 EV トゥクトゥクの中です。結構快適。結構ソファーもしっかりしてて快適ですね。タラートサオにやってきました。こんな感じ、建物が。タラートサオはラオスの朝市っていう意味で、このショッピングモールはタラートサオモールっていうらしいです。観光客向けにはラオスで一番有名なショッピングモールだと思います。そして確かに周りに屋台いっぱいあったから、そこがタラートサオっていうみたいです。タラートサオまで来るのにだいたい EV テクテクで4万キープぐらいでした。4万キープ引きます。だいたいトゥクトゥクで300円ぐらいで移動することができました。タラートサオの前、一旦ご飯屋さんがあるので、こういう現地のご飯屋さんでそのご飯を食べていこうと思います。来ました。感じの米の麺にスープが入って、なんかよくわからんけど美味しそう。レバーとかも入ってますね。なんか中国家料理みたいな感じっすね、結構。いただきます。これはベトナムから伝わったラオス風のフォーみたいな感じらしいです。普通のフォーと全然麺が違うくて、ラオスはもち米が有名なので、噛み切れんぐらいもちもちな麺でした。もちもち、太い米の春雨を想像してもらってわかるかも。すげえもちもち、噛み切りづらい。美味しくはある。ライムがあるのでライムも絞っていきます。ちょっと辛いものもあるのでちょっと入れましょうか。あら、めちゃめちゃ辛い。卓上調味料めちゃ辛かったけど、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。円と、このコーラを買って、55,000キープでした。だいたい400円でした。安い。ちょっとタラートサオの中に入ってきました。すごいね、なんかちょっと違和感が強いっす。アジアでよくあるマーケットって感じですね。ワコールあるやん。これはほんまのスポーツショップなんか。すごい、宝飾店がすごい。タラートサオの中は1階は家電や衣類、2階は貴金属屋さんばっかりでした。タラートサオの2階にやってきました。結構たくさんの中国人観光客がいました。めっちゃ買ってた。だいたいどれぐらいの値段なんやろ。ちょっと聞いてみようかな。1800万キープ。7.5 グラム。18金でだいたい 7.5 グラムって11万円ぐらいでしたね。ほんまの金だったら結構いいなとは思うんですけど、金の今の相場としてはちょっと安いんじゃないかな。だから人が集まるんじゃないかなって値段でした。実はラオス、金産出国としても有名で、そのため金がちょっと安いんじゃないかなと思いました。さらにオープニングでも話したように、通貨も不安定なため、こうやってたくさんの人が貴金属を買いに来るんじゃないかなと思いました。という感じで、タラートサオの金売り場でした。本物かどうか情報を求む。そして3階にやってきました。布売り場ですね。こんな感じで民族衣装がたくさん並んでます。
暇そう。こんなんで食っていけんのかよ。ラオスの伝統衣装はシンと呼ばれていて、腰巻き布のロンスカ版みたいな感じなので、布がたくさん売られてました。いや、すごい場所っすね。タラトサオ。宝石店と服と家電が多かったですね。お土産屋さんもちょこちょこあったんで、皆さんぜひ行ってみてください。今からはパトゥー祭に行きたいと思います。ビエンチャンにあって、フランスからの独立の時に亡くなった方への追悼の建物みたいです。ラオスの凱旋門って言われてるとこですね。で、横にはタートルアンっていう金色の寺院もあるみたいなので、一緒に合わせて行こうかなと思います。それでは行ってみましょう。パトゥー祭に向かって歩いてるんですけど、一個すごいもの見つけました。マルハンジャパンバンクラオって書いてます。日本のパチンコ屋さんはラオスでは銀行を作ってますね。なんかすごいですね、これ。マルハンは日本では銀行してないし、パチンコ屋さんなのに、ラオスではこんな大きいビル建てて、銀行っていう感じにしてます。マルハンさん、すごい。商売ってこういうのが大事なんだな。で、すごい勉強させられる一面でしたね。これはちょっと、ぜひマルハンの方とか会って喋ってみたいですね。ここまでのパワーを持ってやってるマルハンっていう企業さんすごいなって思いますし。いや、もうちょっと僕今圧倒されました、マルハンさんのパワーに。ニューラオスでは銀行になってましたね、マルハンさん。すごい。トイレに入りたくて店に来ました。ここでもちょっとご飯を食べていきたいと思います。マルハンの斜め前ぐらいにあるご飯屋さんですね。名前はわかりません。なんかペプシが協賛してそうです。メニューがフィッシュライスヌードルと、もうライスヌードルいっぱいあるよみたいな。で、ペプシ頼みました、また。ペプシが来た。柔らか。ペプシ飲みすぎてハートでそうということで来ました。エッグライスヌードル。さっきと一緒です。こんな感じ。すごい胡椒のいい匂いがします。いろいろ卓上調味料もしっかりあって、ラーメンみたいでいいですね。とりあえず、普通に一回食べます。いただきます。ここの味はどうでしょうか。胡椒がすごい匂います。あ、すごい胡椒。うまっ。うまい、ここ。フライドオニオン乗っててうまい。卵麺です。美味しい。美味しいです。ちょっと卓上調味料かけました。食べてみます。うま辛。めちゃくちゃ辛い。という感じで、42,000円でしたね。286円。安っ。残り、745,000キープです。半分ぐらいになりましたね。1万円結構暮らせるな、これ。多分普通に暮らしたら3日4日暮らせそうだよね。結構ご飯とか食べてトゥクトゥク移動を多くして観光でこれですからね。すげえ安い国なんかもしらん。やっぱりラオスって。旅行に迷った時はぜひおすすめです。航空券もすごいお得なんで。俺まだ5,000円しか使ってない。ホテルも泊まって5,000円しか使ってないの。とりあえず今からパトゥー祭したいと思います。じゃあ。さっきのお店から歩くこと少し、パトゥー祭に到着しました。多分これを渡るべきなんでしょうか。多分そうだと思いますね。これを渡れってことでしょうね。これを渡れってことでしょうね。パトゥー祭来ました。すごい。上はすごいいい感じ。すごい。なんか宗教の絵が描かれてますね。一応上の装飾とかはラオスの神話とかが描かれてるみたいで、ラオス神話、詳しい人は調べてもらったらいいんですけど、神様が、タイと似てて神様が祀ってあるよっていう状態です。中に入るのは多分ここから中に入れると思うので入っちゃいますか。多いな3万キープで入れます。3万キープ払いましょう。とりあえず登ります。僕昔登ったことあるわこれ。このパトゥー祭、植民地支配からの独立を称えるためにできた記念塔なんですが、もともとラオスはフランスの植民地だったので、ラオスの凱旋門と呼ばれるこのパトゥー祭、ちょっと皮肉じみたものを感じました。中に入ると階段を上がれるようになってて、上にはラオスの歴史やパトゥー祭建設の理由など様々なことが書かれてました。そんな広くないし情報量そんな多くないけどね。パトゥー祭一番上着きました。長かった。パトゥー祭一番上何があるかと言いますとこれです。この景色いきます。せーの。おー、案外綺麗です。どうですか？綺麗じゃない？こんだけ綺麗な
感じやったら素晴らしくね。もう一個上あるみたいです。行くか。もう一個上も来ました。すごいね。こういう感じで建物が、ラオスが一望できます。一望とは言い難いですが、ある程度ラオスが見れます。いいですね。すごい凱旋門みたいにやっぱりすごい道が綺麗にまっすぐ整備されてすごいいいですね。この辺りこんな感じで超かわいい装飾もついてますと。パテュー祭以上です。まあラオスで高い建物ってなかなかないので、僕的にはすごい良かったなって思います。それが一番の観光資源と言われたら、何もない街なんだなっていうのは実感できますね。すごいわかります。そんな感じのパテュー祭いかがだったでしょうか。今から僕はタートル湾っていうところにトゥクトゥクで向かいたいと思います。金ピカの寺院になっているので、僕金が大好き、金髪なんで、そこをぜひ見てください。チャイ。Hello。マジで快適。これ。タートル湾にやってきました。なんか思ったより平和で何もない場所って感じですが、クメール様式とインド建築みたいなのと、あとラオスの建築の様式の掛け合わせで建築美を見るところっていうような状態が一番かなって感じです。すごい平和。何もないっす。ほんまに何もない。すごいね、みたいな。しかも、おもろい話言うと、大仏が、こういう感じで寝転んだりしてると思うんですけど、大仏とか寝転んでる中に人間も一緒に寝てると。多分神様の機械やと思う。都市で。あれがタートル湾の大きい有名な場所ですね。すごい金色の金ピカ寺院です。なんか色違うの気になるわ。黄金の寝てる大仏がいます。涅槃仏らしい、これが。可愛いですね、この顔。すっごいブッサイクな顔してるけどな、これ。なんかよく見る涅槃仏じゃない顔もしてない。ちょっとなんやろ志村けんみない、ちょっと。サバディ。スズメが売られてる。3万キープで入れます。200円ちょっと。入場料200円でした。ちょっと後で計算します。200円でした。安いな。で、ちなみにこんな感じ。金色で結構あれっすね。きらびやかっすね。ラオスで一番有名なお寺のタートル湾。大体のお金にもこの絵が描かれていて、日本でいう平等院鳳凰堂的な存在なのかなって思いました。お、ハゲた大仏の後や。かわいいな、こいつ。エイリアンミアっていいな。ドントタッチって書いてるわ。この辺は触ったらあかんらしい。すごい、化石がいっぱいやねんな。青銅器みたい。なんかかわいい大仏とか。からちょっと計算だけします。トゥーサイとタートル湾とタクシーがとりあえず3万キープずつだったんですけど、合計9万キープですね。612円ぐらいでここまで回ってきましたという感じで、今残りが65万キープです。結構いいペースじゃない？ 1 日ちょうど使い切れる説はありますね。結構頑張ってすごい観光してるんですけど、
でご飯も2回食ったりしてるからちょっと何とも言えないですけどいい感じのペースです。じゃあそれでは今からはジム行ってちょっとビジター1回入ってジムでちょっとある程度トレーニングして、その後に、カフェでお仕事していこうと思います。とりあえずジム行こう。行ってきます。ジム行きます。イエンちゃんのみなジムに来ました。ほんまに行けるんか。Can I go visitor? 30,000 ต่อคน Yes 1 คน 3万切符でした。安っ。OK。ああ。30。ああ。パーエントリー。1 month。ああ。すごい。アロマ買ってるし。やばいな。Thank you. Okay. ヒロちゃんですね。シャワールームある。すごいよ。みなジムやってきました。何でもあります。ブルネイ、カンボジア、ティモール諸島、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムで展開してるみたいです。さあ、ちょっとジムしました。はい、ジム行ってきました。3万キープだったんで、200円ぐらいかな。中田市がっつりやったんで、だいぶ鍛えられていい感じでした。なので次は、カフェでお仕事をしていきたいと思います。コーヒー屋さんにやってきました。これで3万5千キープ。250円ぐらいですね。いただきます。うまい。うまいっす。ちょっと作業してみます。カフェでも作業しようと思います。なんかどっか行って、なんか食って、今日の創業みたいな感じにしましょうかね。そんな感じで。ナダオっていうレストランに来ました。このナダオというお店、フレンチなんですが、シェフがロブションやルカ・キャルトンなど、フレンチの名店で修行を積んだ方で、味はとっても美味しいとのことだったんで来ました。ちなみにさっきのカフェも、ジムも、ナダオも、タートル湾の近くにあります。後で料金は出てくるんですが、フレンチなのにここめちゃくちゃ格安です。はい、1万円企画最後の場所は、近くのすごい高級レストランにやってきました。ラオスではすごい最高級レストランみたいです。だいたいコースで34万キーププラスサービスとタックス料金が払えるみたいなので、40万ちょっとになるんじゃないかなって僕は予想してます。1万円使い切るためにちょっとここに来させてもらいました。その食事は3万キープとかできちゃうんで、ラオスって。そう考えたらすごい10倍以上しますからね。3種類ぐらいのコースが34万キープでした。で、他もあって結構和牛とかは22万、220万キープになってるので、だいたい2万円3万円してくれますね。やっぱ和牛ってどこ行っても価値があるんじゃないかなって思います。すごい。もちろんコースを注文しました。コースが40万キープで3000円ぐらいなので格安ですよね。そして気になるコースの内容をどうぞ。まず1品目はパテ・ド・カンパーニュとピクルスとサラダが来ました。あとパンもついてました。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。玉ねぎちゃんと飴色にされて、すごいわ、これちゃんとしてるわ。美味しいです。2品目はスープが来ました。パンプキンスープの色してるんですけど、結構なんか売りの味みたいなのがしてましたね。なんやろ。売りのスープかな。美味しい。美味しいか。
3品目に来たのはバッファローのステーキ。結構大きいサイズで来ました。バッファローは水牛のことで東南アジアではよく食べられてるみたいです。赤身が多く脂肪が少なくてヘルシーで肉質ちょっと固めなのが特徴みたいです。あと焼き野菜のこの左上のトマトがすごく美味しかったです。中にニンニクがしっかり詰まってました。ちなみにマッシュポテトもついてきたので結構神コスパだなって思いました。ちなみに焼き加減はこんな感じでしっかりとミディアムレアぐらいで焼いてくれてます。最後にデザートでクリームブリュレとチョコアイスが来ました。クリームブリュレが自家製でめちゃくちゃ美味しかったです。普通のクリームブリュレなんですが、食感も砂糖の加減も人生で食べた中でピカイチぐらい美味しくて、シェフにめっちゃ美味しいって伝えたぐらい美味しかったです。ちょっと不安すぎるわ。存在は。もちろんしっかり満腹になって、料金は40万キープぐらい、3000円いかないぐらいで安すぎます。40万キープぐらいでした。ってことで、残りが15万キープぐらいなので、まあ、だいたい1万円ぐらい使い切ったみたいな計算していいんじゃないでしょうか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。最後行ったナダオっていうレストラン最高に美味しかって、だいたい40万キープだったので、引いて残りが18万キープで、最初に換金したお金と計算間違えて5万キープちょっとミスっちゃったので、そこから5万キープ引いて13万キープが残って、残り900円ぐらいという感じで終わりました。だいたい1万円使い切れたんじゃないでしょうか。達成ですみたいな感じで、ちょっと足りへんけど、すごいラオスめちゃくちゃいい国ですよね。ホテルも美味しいご飯もジムも行ってカフェも行って観光もして、このお値段1万円で1日無理して使い切ったぐらいのお金になりました。そらバックパッカーがみんな行く場所として有名になるよねって思います。現地の人の生活とかなんぼでやってるんやろうって逆に気になっちゃいました。そんな感じで今回の動画はここまでになります。このチャンネルでは旅行情報だったり、ちょっとアンダーグラウンドな現地の情報を続々配信していこうと思うので、皆様ぜひチャンネル登録だったり高評価のほどお願いします。視聴ありがとうございました。バイバーイ。